トイボールファクトリーです。今回はフィギュアライズスタンダード、仮面ライダーオーズ、タトバコンボを3色のキャンディー塗装でテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。フィギュアライズスタンダード、仮面ライダーオーズ、タトバコンボは2021年12月に発売されたキットです。仮面ライダーオーズは平成ライダーの中でも僕が一番好きな作品で、昨年には10周年記念の V シネ復活のコアメダルも制作され話題になりました。初めて作る仮面ライダーのプラモデル、どんな組み味でしょうか。それでは作っていきましょう。ということで、フィギュアライズスタンダード、仮面ライダーオーズ、タトバコンボを作っていきますよ。仮面ライダーのプラモデルはいつか作ってみようと思っていたので、最初は一番好きなオーズを作ることにしました。仮面ライダーオーズは仮面ライダーシリーズの1000回放送を記念して作られた作品で、人間の欲望というはっきりとしたテーマと、主人公ヒノエイジとグリードのアンクとのバディものという側面が見事に僕に刺さりました。それは置いといて、オーラングサークルがすごいな。塗装済みなんですね。見事な塗り分け。どうやって塗ってるんでしょうか。すぐ見張りはありがたいでしょうね。どの平成ライダーも色が複数使われていたりして、プラモデルを作るには塗り分けが大変そうなイメージなんですが、パーツでの色分けや先ほどのオーラングサークルの塗装など、すぐ見でも楽しめるようにしっかりと設計されているんですね。腕の周りや武器などの一部にはシールでの色分けもありますが、目立ちにくく最小限で済むようになっているようです。UV は塗装した方がいいかな。オーズは様々な能力を持つ大メダルを3つ組み合わせて様々なフォームに変身することができます。タカ、トラ、バッタのタトバコンボがオーズの基本のフォームで、このキットのフォームですね。プレミアムバンダイではタカ、クジャク、コンドルのタジャドルコンボが売ってましたね。そういえば以前、好きなコンボを選んでカスタマイズして買えるフィギュアがあったような。とんでもない組み合わせの数のはずで、正気とは思えない商売ですね。さてさて、ライダーベルト。放映当時は気づいてなかったんですが、オーズのデザインの元ネタというかテーマはスロットマシンだったんですね。メダルを入れて色が揃うと強くなりますし、メダジャリバーにはレバーまでついている。プラモデルを作って初めて気がつきました。造形物を直接手に取ってみることで気づくこともあるんですね。昔こういう風に硬貨を入れる貯金箱もありましたね。それでは全てのパーツが組み上がったので、並べて全身を組み立てていきます。頭部を取り付けて、これで素組み完成。シールは貼っていませんが、十分な色分け。腕の周りのトラ模様がないのがちょっと気になるくらい。ポージングもバッチリ決まりますね。なぜかすごく中に人が入ってる感じがする。存在感があります。足の合わせ目が結構多いかな。それでも顔とオーラングサークルの色分けがすごいですね。これだけで他のあらが気にならなくなります。ガンプラでは見られない表現ですね。いろんな方向に技術が進化してるんだな。それではバラして塗装前の処理を行っていきます。さてさて、足の処理を行っていきますよ。合わせ目がいっぱいありますね。合わせ目は目立ちにくいよう配慮された場所に配置されているので、そのままでもいいんですが、せっかくなので合わせ目を消してしまいましょう。
足首にも合わせ目があるな。こちらは太もものパーツ。緑色のパーツを挟み込む形になっていて、合わせ目を消すには後はめ加工が必要ですね。3本のダボをカットすれば良さそうです。ニッパーで大胆にカットしてしまいます。2本目、3本目。これでどうかな？太ももの前側から入れてみると、はい、バッチリ入りました。うまくいきましたね。これで合わせ目処理をしても別々に塗装することができます。それでは太ももの裏側の合わせ目を接着します。タミヤの流し込み接着剤、速乾で接着しましょう。流し込み接着剤を流し込んでってめっちゃべちゃべちゃになってしまった。合わせ目消しはあんまり得意じゃないです。パーツ同士をぐっと圧着して接着。これで接着剤が乾けば合わせ目が消せるようになっているはず。そしてこちらはすねのパーツ。足首とふくらはぎに合わせ目があります。パーツを分解してみると、ダボがいっぱい。さらに足首には引っかかりがありますね。アキレス腱にもダボがあります。後はめできるように加工していきます。まずはアキレス腱のダボをカット。これで入るかな？入らない。引っかかりがあるな。引っかかりがある部分もニッパーでカット。さらに足首の引っかかりもカットしていきます。ニッパーとデザインナイフで少しずつカットして、ぐっと押し込むと入りました。大丈夫そうですね。続いてはすね部分。ここはダボをカットすればいける気がします。ダボをカットして、はい、これで入りました。後はめ加工成功。バンダイのプラモデルはまずは誰でも組み立てやすいように設計されていて、さらに凝ったことをしたくなる人にも作りやすいように2段階で設計されている気がします。さっきの後はめ加工などは答えを用意してもらっているような感じがしますね。こちらは腹部。この後はめ加工は地味にめんどくさいですよ。緑色のパーツを前後で挟み込む形になっていて、さらに複雑な形なので上下の抜き差しなどはできなさそうです。ならば邪魔な部分をぶった切ってしまいましょう。長谷川のドライツール、エッチングソーでカットします。エッチングソーは極薄のノコギリなので、パーツを切っても欠損部分が極小で済むので、後でパーツを貼り付けても影響が少ないので重宝しています。パーツをはめ合わせて、カットした装飾部分を差し込んで、ほら問題なし。逆にちょっとはみ出しているような、まあ後でなんとかなるでしょう。これで後はめ加工終了です。接着が終わってヤスリがけと思ったら、こんなところに切り欠きが。これはどう処理しようかな。ここは瞬間接着剤、硬化促進剤を塗って、タミヤの瞬間接着剤、イージーサンディングで成形します。切り欠きに瞬間接着剤を塗って、さらに硬化促進剤を塗って、発火した。下村アレックのぐるぐるバー粗めで形を整えていきます。瞬間接着剤は硬いので、金属ヤスリで成形した方が手早くできるかなと思います。そして筋彫り銅のマジックヤスリで表面を整えて、フィニッシュプレートで磨いて傷がないか確認。これから嫌な音がしますよ。いい音してますね。僕は嫌いじゃないです。傷はないようですね。綺麗に成形できたと思います。そしてこちらは展開状態のトラクロ。爪と爪の間に強度を補完するためにリブがついてますね。結構目立ってしまって気になるので、筋彫り銅の BMC タガネで切り取ってしまいましょう。筋彫りと同様に少しずつ彫り込んで、ある程度彫れたらデザインナイフで切り離します。反対側も同様に。これで切り離せるかな？取れた。思っていたより簡単。結構綺麗に切れましたね。なるほど。プラバン加工も楽しそうです。それでは楽しい塗装の時間です。まずは EX ブラックでボディスーツ部分を塗装していきますよ。
ホコリをクリーニングブラシで払ってエアブラシのトリガーの引き代を調整します。ウレタンのようなザラッとした質感にするため塗料の突出量を減らします。砂吹きと呼ばれる手法になるのかな。塗料の突出量をトリガーの操作で調整するのもいいですが、僕は自分の感覚を信じていないので、塗装する前に気圧や塗料の突出量を必ず調整しています。調整はめんどくさいですが、塗装の腕は必要ないので簡単に塗装できるようになります。続いても EX ブラック。こちらは太ももですね。今回は胸当てなどを装甲と見立てて、関節と色を分けて塗装して質感の違いを出して情報量を増やす塗装をしてみます。先ほどのスーツ部分より硬い印象を出すためにテッカテカの光沢塗装にしていきます。光沢がとてもいい感じの下地ができました。続いてはスターブライトアイアンを塗装。前回のフリーダムガンダムではガンメタルにクリアブラックを重ねましたが、ちょっと赤い感じがしていたので、今回はスターブライトアイアンを使って青みのあるキャンディーブラックにしてみることにしました。うまくいくといいんですけどね。ということでクリアブラックを塗装します。スターブライトアイアンだけだと明るすぎるので、クリアブラックを重ね塗りしてキャンディーブラックにしていきます。単体でもっと暗いメタリック塗料があればいいのにと思っていたら、今度 GX グラファイトブラックという塗料が発売されるそうで、それが理想の暗さに近くて発売が待ち遠しいです。その暗いメタリック塗料のグラファイトブラックがあれば、何度もクリアブラックを重ねる必要がなくなるのではないかと期待しています。そんなこんな言ってる間にクリアブラック2回目を塗装中。塗装の回数が減れば失敗する確率も下がりますからね。省力キャンディーブラック塗装を早くやりたいということで3回目のクリアブラック。重ね塗りで微妙な色合いの調整もできるけど、もっと楽がしたいトイボーファクトリーでございます。続いてはライダーベルトなどのシルバー部分を塗装しますよ。まずは EX ブラックで下地から。話は変わりますが、光沢塗装をしてみたんですが、なぜかなし地になってしまうという質問をよくいただきます。原因は簡単ですとあっさり答えて解決してみたいところなんですが、正直なところ条件が多すぎてわかんないんです。光沢の沼は深すぎて全く底が知れません。わかんないという答えだけだとあんまりなので、僕の経験から答えると、塗料の希釈が足りないか、もしくは塗装するときにパーツとエアブラシの距離が離れていることが原因の場合が多いと思います。塗料の希釈は通常塗料1、溶剤1というのが基本ですが、僕は塗料1、溶剤3で希釈しています。ちなみに EX ブラックのみ1対2です。塗料をかなり薄めているのは塗料の乾燥を遅らせることで塗膜の表面張力を発生させるためです。リターダーを使ってもいいですね。エアブラシとパーツとの距離が遠いのも実は同じ話で、エアブラシとの距離が遠いと塗料がパーツに届くまでに乾燥してしまいます。乾燥した塗料がパーツ表面につくと塗料が重なり合うように降り積もって表面がザラッとしたなし地になってしまいます。それならばパーツとエアブラシの適切な距離は何センチと指定が欲しくなるところですが、気圧やら湿度やら気温やら使用者の腕の長さやら塗料の鮮度や希釈率やら条件が複雑すぎて具体的なものを僕には示すことができません。先ほど示した塗料の希釈率もあくまで僕が塗装する場合の目安にしているだけで、実は塗装するたびにいろいろ調整していて具体的な数字ではありません。気圧は 0.1 メガパスカルを基準にしているというぐらいかな。長々と喋っていますが、つまるところ滑らかな塗膜になるように塗装するという身も蓋もない話になっちゃいます。使い捨てのスプーンなどに塗装して実験しながら自分に適した塗り方を見つけるのが一番の近道だと思います。テカテカは一日にしてならずということでしょうか。うまくいってもいかなくても試行錯誤は楽しいですよ。試行錯誤しまくって投稿棒の動画投稿も3年目に突入しました。未だテカテカの深淵の底は見えず。ということでガンガン塗装が進んでいきます。今回は見た目通り塗装する色が多いので時間がかかりますね。ディープローズレッドで虎の金色の下地を作ります。塗装されてる上に直接塗装しちゃったけどいいのかな。さらにスターブライトゴールドを塗装。下地をディープローズレッドにすることで
温かみのある金色に仕上げていきます。元から塗装されていたパーツでしたが、上から塗装しても特に問題はなさそうですね。一安心。続いてはバッタのキャンディーグリーンを塗装していきます。こちらも EX ブラックで黒下地。細かいパーツは両面テープを使ってプラバーに貼り付けています。こうすると一気に塗装できて便利ですね。左右の色ムラも出にくくなって一石二鳥。続いては GX メタルイエローグリーンを塗装。キャンディー塗装の下地のシルバーを色のついたメタリック塗料に変えて塗ることで塗装回数を減らす省力キャンディー塗装です。ということでキャンディー塗装の主役クリアカラーの登場。クリアグリーンを塗装しますよ。ムラにならないよう均一に塗装するのが難しいですよね。ビビって少しずつ塗装するとザラザラの梨地になってしまいますし、塗装しすぎても塗料のたまりができてしまう。どないせい言うんじゃ。オースキャナーやオーラングサークルなどをちょっと明るめの金色にするべく塗装していきます。まずは EX ブラックで下地を作ってスターブライトシルバーを塗装していきます。メタリック塗装では溶剤にメタリックマスターを使い、ギリギリまで気圧を下げて塗装しています。光沢塗装とは違い、べちゃっとならないように塗装するのがコツです。ということでスターブライトゴールドの登場です。先ほどと同様に気圧をできる限り下げて塗装していきます。塗料の突出量も下げることで細かいメタリック粒子が均一に並ぶとかなんとかかんとか、具合のいいところを見つけてください。水性アクリル塗料の艶消しブラックの登場です。水性アクリル塗料はマジックリンなどの台所用強力洗剤で拭き取ることができる性質があり、部分塗装などによく使っています。今回はエアブラシで塗装して後から拭き取ろうとしています。オーラングサークルの文様も同様に塗装していきます。水性塗料って乾きが遅いという思い込みがあったんですが、今回塗装してみたらエアブラシで空気を吹きつけると結構すぐ乾くことに気づきました。思ったより使い勝手がいいかも。悲しい音楽が流れてきました。失敗のお時間です。うまく塗装できてたと思ったんですが、一晩経ってみるとキャンディー塗装の色を薄く感じてしまいました。仕方がないので艶消しブラックを剥がして再び塗装し直します。マジックリンを筆に含ませてペタペタと塗っていきます。しばらくすると塗装が溶けているので拭き取っていきます。だいたい拭き取れたかな？まだちょっと残っている。さらにマジックリンで塗料を溶かして、艶消しブラックが水性アクリル塗料でよかった。簡単に剥がせるのでリカバリーもしやすいですしね。ラッカー塗料はほとんどダメージを受けないので不思議ですね。どちらもアクリル塗料であるのは違いがないはずなんですが、どういう仕組みなんでしょうね。よくわかってないですが、うまいこと艶消しブラックを拭き取ることができました。それではどんどん塗り直していきますよ。まずはクリアレッド。これでちょうどいい濃さになったかな。そうなってくるとキャンディーグリーンも気になるところ。クリアグリーンも塗り足しますよ。発色が良くなった。こうなったら物のついで EX クリアでクリアコートもしちゃいましょう。さらにテッカテカになりました。そして再びの水性アクリル塗料艶消しブラックの登場です。完全に前と同じ絵だな。最後にスターブライトゴールドを塗装。なぜかミイラの登場。マスキングを施した胸のパーツですね。めっちゃ頑張りましたよ。ここは下出るカラーで部分塗装しようかなとも思ったんですが、今回は色をできるだけ合わせたくてマスキングを頑張ってみました。時間がかかるし失敗のリスクも大きいのであまり得意じゃないんですけどね。塗装が終わってすぐにマスキングテープを剥がしていきます。貼りっぱなしは良くないそうですよ。お、綺麗に塗り分けができました。気持ちいい。エアブラシでの塗装が終了したのでマジックリンで水性アクリル塗料の拭き取りを行っていきますよ。さっきもやったな。朝食皿にマジックリンを少し出してガイアノーツのフィニッシュマスターに染み込ませます。余分なマジックリンを拭き取ってからパーツ表面を撫でていきます。
マジックリンが垂れちゃうと余分なところまで塗料が溶けちゃいますからね。最初なかなか塗料が溶けませんが、少し時間が経つと溶けてくるので、焦らず少しずつやるのが良さそうです。今回はかなりうまくいってるんではないでしょうか。フィニッシュマスターも時々マジックリンを使って押し洗いをしたので長持ちしてくれました。だいぶ経験値が増えて上手にできるようになったのでは？この出来ならば自分を褒めてあげたくなりますね。ということで部分塗装を開始。前回のフリーダムガンダムへのコメントありがとうございました。コメントを返していきましょうかね。サムネイルがかっこよすぎて鼻血吹いて昇天したというコメントありがとうございます。ご冥福をお祈りいたします。サムネがメインコンテンツと言っても過言ではない投稿本なので嬉しいですね。褒めたらもっと良くなるのでどんどん褒めてください。他にもこんなに色を使うとエアブラシの洗浄だけでも大変そうというコメントをいただきました。そうなんですよ。めちゃくちゃ洗いました。ツールクリーナーがどんどん消費されていくのに、ツールクリーナーを買おうとしたら小さいのしか売ってなくて足りるのかとドキドキしたりもしてました。そういえば僕は立って塗装をしているんですが、フリーダムはマスターグレードということもあってパーツ数が多すぎて一色を塗装するのに3時間以上かかったりしてかなり大変でした。おじさんの膝はボロボロです。他にも赤バンダイやんというコメント、何のことと思ったらバンダイのロゴが赤いバージョンという、画面上では大惨事が繰り広げられております。そういや結構前に買った積みプラでした。細かいところ見てるな。最近ガンプラを始めたんですが、最低限必要な道具ってありますかというご質問。まずはリッパーがあればとりあえず組み立てられますよ。シールを貼りたくなったらピンセット、ゲート跡を消したくなったらヤスリと、徐々にやりたいことに合わせて道具を増やしていくと楽しいですよ。僕が使っている道具や塗装レシピなどは概要欄にまとめてありますのでご参考にしてみてください。他にもマスターグレードだと後はめ加工なしでもいけるんですねというコメント。そうそう。実はマスターグレードの方がテクニックがいらないんですよね。僕はマスターグレードこそ初心者向けキットだと思っています。パーツ数が多すぎるという難関はありますが、すぐみが完成した時の満足感は HG より上だと思います。他には塗料の保管はどうしていますか？匂いが漏れて気になりますというご質問。僕は小物を収納する引き出しなどに入れて保管しています。ただそれでも匂いは漏れるので、換気扇を常時稼働させている部屋に保管しています。タッパーウェアに入れるのもありかもしれません。今回はこんなところですかね。また楽しいコメントを紹介させていただけたらと思います。さあデカールを貼っていきますよ。仮面ライダーにデカールを貼るとちょっと違和感を感じる人もいるかもしれませんね。しかし設定ではオーズは古代に作られた戦士なので、タトゥー的な文様が入っていても雰囲気良さそうかなと貼ってみることにしました。プラモデルはこういう風に自分の思い描いたアレンジを自由に楽しめるのがいいですね。自分だったらこうするのにという気持ちはクリエイティブな遊びの始まりなので、そう思った時がプラモデルの始め時です。自分の手で生み出してあげてください。今回使用しているデカールもいつも通り明日のデカールです。MYK デザインから出ているデカールで売っているのは2本だけなのかな。デカールのフィルム部分を剥がせる特別なデカールです。通常他の水転写デカールではフィルム部分を剥がすことはできないです。海外の方からこのデカールは何て言うのとよくご質問をいただきます。海外でも手に入ったらいいんですが、売ってないのかな？売ってるのかな？売ったらいいのにね。どなたか海外で売っているのを見つけたら教えてください。みんな大好きフィルム剥がしのお時間です。指にマスキングテープを裏表逆に貼って、このマスキングテープに剥がしたフィルムを貼り付けて処分します。フィルムをその辺に放ると掃除が大変になっちゃいますからね。ピンセットの腹を使ってフィルムの端っこを剥がしていきます。塗膜を傷つけないように慎重に。
これで全部のフィルムを剥がし終えました。デカールが薄いので下地の光沢がそのまま出ていますね。ということで全てのパーツが仕上がったので並べて組み立てていきます。オーラングサークルも美しい。キラキラしてる。たまりませんね。背中もかっこいい。思わず見とれちゃった。ベルトにメダルを入れ忘れていました。危ない危ない。タカットラッバッタッスキャニングチャージ。これでタトコンボですね。頭を取り付けて、これで仮面ライダーオーズの完成です。ズームアウト。ギラギラしてますね。赤下地の金色がゴージャスに見えます。背中もかっこいい。腰のデカール剥がれてる。後で貼り直しておきます。キャンディーブラックの装甲が金属のように見えてかっこいい。デカールを貼ったことで密度感も増えて好みのスタイルになりました。おや、頭部のクリアパーツを入れ忘れてる。これは良くない。しかし小さいパーツですね。なくさなくてよかった。これくらい小さいパーツは曜日をつけてほしいです。パーツを取り付ける前にガンダムマーカー EX ガンダムメッキシルバーで裏打ちをして明るくしておきましょう。クリアパーツを差し込んで改めてこれで完成。あれ？あんまり明るくなってないな。あれ？どうしたことか。これはすごく暗くて目立たないな。まあこれで完成とするか。そんなギャルかい。やっぱり気になっちゃいます。これはなんとか改善したいところ。とりあえずバラします。複眼はそのままでもよかったんだけどな。そしてパーツが小さい。やっぱり暗いな。原因としてはパーツの奥行きが長くて光が反射しにくい状態になっていると思われます。なのでニッパーでぶった切ってしまいます。下半分のパーツが飛んでったな。ニッパーの上に乗せたクリアパーツはめっちゃキラキラしてますね。仮説は正しかったようです。パーツの裏側をガンダムメッキシルバーで塗装して、ほーらキラキラしている。いい感じですね。飛んでいった下側のパーツを探し出し、頭部に差し込んで、水性接着剤のデコプリンセスで接着します。爪楊枝の先に接着剤をちょっとつけて、額に接着剤を置いて、パーツを貼り付けます。はみ出した余分な塗料を拭き取ってこれで完成。キラキラしてる。頭部を取り付け直して、これで本当に完成。さっきの暗いクリアパーツとは大違いですね。これで満足いく出来になりました。ということで今回はフィギュアライズスタンダード仮面ライダーオーズタトバコンボを古代戦士風テッカテカに塗装しました。初めて作った仮面ライダーのプラモデルは予想以上に出来が良く驚きました。人間という複雑な造形を稼働するプラモデルにできるとはお見事です。テレビ版とは違ったアレンジを加えても受け入れてくれる深い度量のあるキットだったと思います。ということでフィギュアライズスタンダード仮面ライダーオーズタトバコンボを古代戦士風テッカテカ塗装にしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。高岩さんを感じる。